こんにちは。ただいまエプロンを洗濯中の陶芸家松下沙織です。今回は前回に続いて、ろくろの形成法の中でもトリミング、削りの方法についてレクチャーしていこうと思います。前回の撮影が4週間ぐらい前だったんですけど、きっちりね、ビニールかけて保存しておいたおかげで、作品も全然柔らかいまま保存できました。まず削りの時に必要な道具なんですけれども、一番一般的な削りの道具はこういうカンナですね。カンナと呼ばれる道具。鉄とかステンレスの細い板を曲げて、あと刃物状にして作られてます。こんな感じです。これとかこれだとか。これも本当にいろんな形があって、作りたい、削りたい形に合わせて購入していただければいいと思います。こういう形のカンナはアジア圏の陶芸家の人はみんな使ってますね。でもこういう輪っかのトリミングツールありますよね。こういうのとかこういうのとか。これは持っとくといいかな。便利です。土をかき出したりとかするのにも使えますし、トリミングにも使えるのでね。こういう大きいやつと、あと小さいやつ持っておくのがおすすめです。それではこの作品削っていきましょう。誰でもすぐにできる方法についてレクチャーしていきましょう。で、必要な道具はね、こういうろくろの近くに手が届くところに置いておきましょう。で、削るときはその作品をろくろのど真ん中に置かないといけないんですね。そうしないとその高台の真ん中がずれて、こうやってね変なバランスで高台作っちゃったりするんですね。アンバランスなデザインになってしまうので、必ず高台削りする前はろくろの上に作品をど真ん中に置くことが重要なわけです。で、どうやって真ん中に置くかっていう問題ありますよね。こうやって適当に真ん中に今乗せましたけど、このまま回すとブレてるのがわかりますよね。これ真ん中に置けてないってことです。でね、どうやってきっちり完璧に真ん中に寄せるのかっていうと、例えば適当に置いて回した時にずれているっていう時は、手の指先でね、この作品を片手でちょっと押さえながら回転させつつ、優しくトントンしてあげる。徐々に真ん中に寄せることができるので、真ん中に合わせやすいっていうやり方が一つあります。こうやって叩いて真ん中に寄せるコツは、例えば回転してるところで適当に叩いてもそんな真ん中に寄ることは全然ないですよね。叩く手のタイミングを合わせることで中心に寄せていくことができます。叩く手の方向、この辺ですね。この辺。ここにそのはみ出た作品が来た時に叩く。ってことをすることで、だんだん真ん中に寄るという寸法です。リズムゲーみたいな感じですね。外れた時にタイミングよく、作品が外側に来た時にタイミングよくボタンを押すみたいなイメージです。こうやって中心に作品が寄りました。これね、難しいっていう人は普通に作品を置いた時にもう地道にやっても、地道にこうやって合わせても別に全然 OK です。作品自体にね、歪みとかあるときは、大体で大丈夫です。で、作品を中心に置けたら、こういう粘土、同じ種類の友土の粘土を作品をずらさないように、こうして台に固定します。
この時ね、押しすぎて、その作品を動かさないように注意しましょう。3箇所ぐらいで OK です。しっかり固定したら、この状態でカンナを当ててもブレないで済むようになるんですね。で、真ん中に置いたら、場合によってはね、こういうてっぺんがデコボコしていると思うんですけど、あんまりここでね、そんなこだわりすぎることもないんだけど、気になる人はちょっと気持ち平らにしてあげるといいかな。で、こうやってこれから削りますっていう時に、まず、考えたいのが、この高台のデザインですね。どのくらいの幅にするか、どのくらい高台のこの足を細くするかっていうのは、この状態でデッサンをしておいて、削る時のガイドラインにします。見えるかな？で、こうやってデッサンしたところの、その輪っかの外側と、もう一個の輪っかの内側、こことここですね。ここを削っていって高台を作ることになります。で、道具は、こういう形のカンナ。アジアの陶芸家の人はこういうのを使いますよね。これで削ってもいいんだけど、ちょっと難しいなって感じた人は、こういう形のカンナがおすすめです。これ輪っかになっているのでね、どれだけ自分が量を削るかっていうのが目で見て確認しやすいし、こういう幅が細いんで、そんなに力のコントロールが必要ないっていう、すごく使いやすい道具です。私もこれ結構よく使うんですけど、こうやってまっすぐなところと、カーブしている部分、あと細くなっているところっていうこの部分によって使い分けができるので、こういう形のカンナもおすすめです。まず削ってみましょうか。こうやってちょっとあんまり大きすぎる塊は最初にこうやって取っちゃってもいいです。あんまり処理削ってても味が開かないんで。結構余分な量ができちゃったなっていう人は、まずがっつり削いではいけても大丈夫です。こうやって大まかに量を削いじゃって、削いであげると、後で作業しやすいかな。もしここに大きい塊があるとしたらね。で、削っていくときは、片方の手で上のところを押さえてあげるといいかな。こうやって外側を固定した状態でも結構ブレて飛んでいくことがあるので、この辺をちょっと押さえててあげましょう。で、カンナを土の肌に当てて、回転させて削っていく。削りの工程はね、ろくろの形成、スローイングと違って簡単だと思います。ろくろの工程の中でも一番ね、作品さえ中央に置けてたらすぐにできると思います。で、さっきのガイドラインに合わせたところまで削っていって、それからデザインを決める工程になってくるんですね。例えばこういうくっきりした形の高台にしたいっていう時には、この道具だとあんまりこういうカチッとしたメリハリのある形は作りにくいんですね。でもこういう角のある形の道具だったら、角のある形を作れるんで、その作りたい、デザインに合わせて道具を選んでください。だいたいこういう丸っこい形とまっすぐな形、両方ついてる道具と、あと小さいやつ、小さいカンナ。これぐらいがあれば十分ですね。で、ここに角のある形を作りたいときは、パクッとした道具を当ててあげると、
平らな道具を使えば平らな形が作れます。削るときはね、必ず肘を両膝に置いて固定してあげるとぶれにくいですね。ここから肩の部分に丸みを持たせてあげましょう。こういう鋭いカンナを使うともっとシャープな削り心地です。で、こういう形の輪っかになっている道具とこういう鉄のカンナとどっちがいいかっていうのは各々別々いろいろな別のメリットがあるんだけれども、こういう輪っかのカンナを使うとどれくらい自分が土を削っているのが輪っかを通して見えやすいんですね。対してこういう鋭い刃物状のカンナを当ててあげるとすごく薄く、さっきと比べて削りで出た土が薄くなっているのが花びらぐらい薄い土が削れるんですね。それもここの刃の薄さが違うので、やっぱりどうしてもこういう輪っかの道具は鈍いんですね、刃のところが。それに比べてこういう形のカンナは刃が鋭くできているので、すごく微調整はしやすいかな。あと削りの跡が綺麗ですよね。なので使いやすいようにいくつか道具を買っておいて適宜使い分けてあげるといいと思います。お腹鳴っちゃった。で、外側が削れた。で、次は真ん中削っていきましょう。ここもね、広大、小さい場合は、こういう小さいカンナを使ってあげると使いやすいですね。まず大まかに、この量を取ってあげるという意識で、真ん中掘ってあげてみてください。で、ここの広大の部分も、デザインを決める上では結構自由度の高いところっていうか、すごく好みが分かれる部分でもあって、製品みたいに真っ平らにしちゃってもいいんですよね。そうするとメーカーズマークを押しやすいので、ただそれだとせっかくハンドメイドだから面白みがないっていう人は渦巻き状にカンナの跡をつけたりとかもできるし、こういう広大の底の部分って一番その作家の個性が出るところでもあるから、自分なりにユニークだなと思ったことはどんどん試していってみるといいと思います。で、ここの一番地面につく部分、足の裏のところは、真っ平らでもいいんだけど、ちょっと角度をつけてあげると、角度をつけてあげたり、最後指でこうやって押さえて丸みをつけてあげたりとか、もういっそスポンジで押さえて、ちょっと濡らしたスポンジで押さえてあげると完全に丸くできます。これは完全にその作り手の好みの部分なので、自分が良かれと思った感じにしてみるといいと思います。で、一旦削れたなと思ったとき、作品を外して一度ひっくり返して見てみましょう。こうやってひっくり返して手に持ったときに、重さの感覚と、あとこの縁をつまんでみて厚み
をちょっと見てみてください。あとここの底の部分もね、両手の指で挟んで厚みがどのぐらい削れたかっていうのを一回確認してみましょう。それでもっと軽やかにしたいっていう時はもっと量削っていいし、いろんな角度から見てあげることで、その削りに不足がないかなっていうのを確認してあげましょう。ということで、ボールの削りがこうしてできました。で、メーカーズマークつける人は、だいたいこの裏とか、その端っこにつける人が多いかな。別にメーカーズマーク持ってなくても、こういうところに自分のサインを書いてあげると、自分の作品になりますね。こうしてボールができました。ただ、この今みたいにこう作品をこう裏返してろくろの上に直接乗っけるっていう方法で削りをすると、わかるかな？こういう縁をね、直接ろくろの上に乗っけてしまうことになるので、このろくろ引いた時にね、こういうセーム側使ってみせたと思うんですけど、こうしてこう挟んで、せっかく口を滑らかに作っても、こう直接ろくろの上に置いたことでね、形がちょっと変わっちゃうんですよね。平らになってしまいます。なんであんまりこのセーム側使う意味があまりないっていうのはそういう意味です。あと、ひっくり返して台の上に置いて、こうして粘土で留めてこう削りをしていったと思うんですけど、こうするとね、ここまで届かないんですよね、道具が。留めたこの土の上までしかこう削ることができないので、こう完全にその土の表面を削り切りたいっていう時には、ちょっと手が届かなくなっちゃいます。こうしたデメリットを回避して削る方法っていうのが、シッタっていう道具を使った方法なんですね。シッタっていう道具は、こう作品をこのシッタの上にこうしてかぶせて、この状態でこう削りをする。そうすると、粘土でこの縁を押さえる必要もないし、こう浮いた状態で削ることができるので、縁がこう地面にろくろの台につかない状態で、浮かした状態で削れます。で、今日までろくろの引き方について、センタリング、中心の出し方から、ろくろの引き方、倍引きという方法、スローイングオフとハンプについて、そして今日、削りのやり方までレクチャーしてきました。すごいカメラに向かっても人見知りするような性格なので、YouTuber 的に拙いところがあるのはちょっとご勘弁ください。で、こういう、基礎的な技法以外にもいろんな装飾法とかをレクチャーしていきたいと思いますので、またよろしくお願いします。疑問点とか、質問などあれば、動画のコメント欄とかメッセージで、いつでも質問してください。ご視聴ありがとうございました。またね。